アムトラックっていうのを知ってるか？アムトラック？何それ？アムトラックっていうのは、全米鉄道旅客公社の略で、1971年に発足した公共企業体だぜ。当時は、私立旅客鉄道の業界がピンチになってて、倒産しそうな会社が多かったので、国によって作られた業態だぜ。なるほどね。で、それは何？利益が出ない線ばかりを受け継ぐのに、営利団体になるのはネックで次から次へと派遣していっていた。大変そうね。そうね、でも今日は、その廃線した線の一つを紹介していきたいと思うわ。ザ・パイオニア開拓線は、ソルトレイクシティからポートランド・シアトル市に走っていた線。1977年から1997年までやっていた。アムトラックの発足前にはユニオンパシフィックの列車が走っていたが、旅客線を譲った時には全てを譲らなくてはならないという条件があったから、色々あってその線が廃線して、1971年から1977年までは、ソルトレイクシティとボイシ市をつなげる旅客線がなかった。あれ？なかったの？どうやって行ったり来たりしていた？車飛行機でしか行けなかったぜ。車なら5時間、飛行機なら1時間。5時間？どれくらいの距離？546キロだぜ。東京から神戸と同じくらい。長い。アメリカは広い国だから仕方ないぜ。で、1997年に廃線したって言った？そうね、でもその前に情報を紹介したいと思うわ。1971年から1977年までは、ユタ州、アイダホ州、オレゴン州にはでかいギャップがあることを気になってたアムトラックは、ザ・パイオニア開拓線を開通した。ソルトレイクシティから、オグデン、ポーカテロ、ショーショネ、マウンテンホーム、ボイシ、ナンパ、オンタレオ以下略をサービスしていた。ナンパ草。でも、運行している地域の人口は非常に低くて、利用者が少なかったらしい。東方の推測だけど、人口以外、理由の一つは速度だ。この地域には、制限速度は時速80マイル時速 130km だから、それくらい走らないと、利用者が減ると思う。車で5時間かかるって言ったけど、1991年の時刻表によって、列車だと 7.5 時間かかっていたらしい。車より遅いのはさすがに乗りたくないね。それに、ボイシもソルトレイクシティは公共の輸送はほぼないから、車がないと不便だぜ。ネットワーク効果がないと公共輸送は難しくなる。なるほどね、そんなのもあったね。利益が出ないのはアメリカの旅客鉄道の前提になっているけど、この線は特にひどかったみたい。2009年の調査によって、切符の売り上げは運営費の 30% だけになると見込まれた。なるほど、それだから廃線したね。でも、この話はそこで終わらないぜ。2021年には、米国の超党派のインフラ投資雇用法の一部として、アムトラック線の復活、改良のための予算が充当された。限られた金額だけど、廃線した線の復活についての調査を申請することができるようになった。あれ？復活するの？可能性が高い、と言いたいところだが、2023年12月には、予算が充当されたプロジェクトが発表されて、開拓線は載っていなかった。なんで？理由は挙げられていなかったけど、主なのはこの地域人口密度だろう。アイダホ州の人口密度は 8.6 人組むだから、復活しても、需要は非常に少ないかもしれない。しかも、車を勝つには、550km のレールを高速鉄道にしないといけない。そのレールは貨物鉄道会社のレールで低速列車のためのものだ。改良しても、引き込み線で貨物列車を優先してしまうことになる。買おうとしても、貨物鉄道側が承諾しないだろう。低速列車？アメリカでは、貨物列車は低速で走る。なんで？普通の貨物にはトラックに勝てないから、バラ積み品にしたぜ。主に石炭、材木とか。そんな貨物は遅くていいし、大量に運べるから大きな利益が出るぜ。なるほどね。旅客鉄道と真逆だね。だから共有するの難しい。じゃあ、ザ・パイオニアはもう復活しないの？多分そうだな。調べると、2025年にも申請できそうだけど、前に言った理由だから受かりそうもない。残念だね。まあ、でも復活改良の予算はもっと需要のありそうなプロジェクトに充てられたから、結果オーライかな。とは言っても、アムトラックのシステムにはこんなでかい穴があるのはさすがに残念だな。初めての解説動画ご視聴ありがとうございました。そして、ゆっくりしていってね。